はい、哲也です。今日はね、ポンペイオ批判的人種理論を大非難というテーマでお話してみたいと思います。7月4日、ポンペイオ兄貴、つまりマイク・ポンペイオ前国務長官は、あるラジオ番組に出演し、CRT 批判的人種理論やニューヨークタイムズが特集した1619プロジェクトを盛り込む教育について批判的な発言をしました。僕はこの情報を主にこの記事から得たので、今回はこの記事内容をベースにお話ししてみたいと思います。CRT Critical Race Theory 批判的人種理論はいわゆる階級闘争論であるマルクス主義に根ざしているんですけれどもね、その焦点は人種差別問題に置かれています。 CRT の支持者は米国の公共及び私生活のあらゆる面においてことさら人種差別を見出し、米国の制度、憲法や法体系などを解体しようと企てているとの批判があります。一方の1619プロジェクトの1619とは、アメリカ黒人奴隷が初めて米国独立前のバージニア植民地に連れてこられた年のことを指しているんですね。昨年の8月、ちょうどそれから400年目にあたる月に、ニューヨークタイムズが12本の特集記事を掲載する特別号を出したんですね。その特集は、警官によるフロイドさん殺害事件の発生の影響もあってか、大きな関心を呼び、今年5月に論説部門で優れた新聞や雑誌等の記事に対して贈られる名誉あるピューリッツァー賞を受賞したんですね。しかしその特集は、米国の真の建国は1619年だと決めつけ、米国の歴史は黒人迫害の歴史という視点で捉えていたとのことなんですね。それだけではありません。1776年の米国独立の動機の一つは奴隷制の維持だったとまで断じているんですよね。それ以来こうした過激な主張が米国社会に、賛否両論相まってね、大きな論争を巻き起こしてきたんです。そして米国の学校でこうした考え方を取り入れようとする取り組みは、教育省がイブラム・K・ケンディ氏らが提唱する CRT 批判的人種理論と1619プロジェクトの思想を組み込んだ教育プログラムを優先するルールを提案した今年4月以来、全国的な注目を集めてきました。そんな中、ポンペイオ兄貴はニューヨークのキャッツ・ラウンドテーブルという名前のラジオ番組に出演して、CRT や1619プロジェクトは全ての米国人が共有する中心的な歴史観に対する攻撃だと批判したんです。ポンペイオさんは番組ホストのジョン・キャツィ・マティディス氏に、米国の将来に対する不安はないかと尋ねられた際、米国は様々な脅威に耐え跳ね返す力を持っているが、学校で教えられていることの中には懸念すべきものがあると指摘した上でこう続けました。アメリカ合衆国の建国には何らかの欠陥があって腐敗していたとか人種差別主義だったと決めつけるのは本当に危険なことだ。それは我が国の根幹に対する攻撃であり、そのことについては懸念している。 CRT あるいは1619プロジェクトと呼ばれる考え方は、我々が245年間共有してきた中心的歴史観を攻撃し、国を分断しようとするものだとね。ポンペイオさんはこのような取り組みが講じると、米国人は自国の利益と価値観を失ってしまう危険性があるとしてこう警告しました。私は楽観主義者ではあるが、私たちがバラバラになったり、憲法上の原則に対する信頼を失ったりした場合、中国共産党などの何らかの敵対者が何らかの形で我が国の大切なものを破壊しようとするのではないかと懸念しているとね。ポンペイオさんはやはり CRT や1619プロジェクトの裏に
CCP 中国共産党の影を見ているようですね。ポンペオさんはすべての米国人に子どもの教育をしっかりとコントロールしなければならないと促しました。そして社会主義や共産主義のイデオロギーを実行しようとする試みが世界中でどのような形で失敗してきたかなどを含めて歴史にしっかりと学ぶべきだとした上でこう付け加えました。子どもたちは幅広い歴史を教えられた上で自分自身でしっかりと判断すべきだ。クリティカルシンキングをすべきだとね。この発言からもわかるようにポンペイオさんは CRT 批判的人種理論や1619プロジェクトの考え方自体を完全に排除すべきと言っているわけではありません。しかしそうした特定のある意味偏った思想に傾倒することの危険性を問題視しているんですね。そしてクリティカルシンキング、つまりある特定の考え方を無批判に受け入れるのではなく、客観的なエビデンスをもとに様々な幅広い考え方を取り入れ、しっかりと勘案しながら最適解を導き出そうとする思考法を大切にすべきだと主張しているわけです。すごく健全な発想じゃないですか？日本でもいわゆるね、東京裁判士官に基づいて日本の近代史が教えられてきた感がありますけどね。っていうか最近は教師もめんどくさくてね、何も教えていないと言った方が正確かもしれませんけどねいずれにしてもね、日本の歴史教育においてこそポンペオさんの言うクリティカルシンキングを取り入れる必要があるのではないでしょうかね。それにしてもポンペオ兄貴、いつも素晴らしい発言をしますよね。おっとりした物腰ながら常に鋭く的確な発言をしてくれます。僕の別の YouTube 動画でご紹介したように、つい先日も FOX ニュースのテレビ番組に出演し、米国が中国に舐められている最大の理由について次のような趣旨の指摘を行っていましたよ。バイデン政権は武漢のウイルスがどこから来たのかを知ろうともせず、中国共産党が香港や中国西部、つまり新疆ウイグル地区で行っている活動に対して何の罰則も与えていない。トランプ政権が明確かつ毅然とした態度で対応したのとは異なり、きちんと対応する準備すらできていないとね。こうした発言は実に的確かつ頼もしいものだと感じます。ポンペオ兄貴にはおそらく2024年から始まる次期トランプ政権でもう一度国務長官を務め上げた後は、ぜひ米国大統領になって世界をしっかりとリードしてほしいなと思っております。あなたはどうお考えでしょうか？ではまた。Good luck。目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。